どうも、作曲家のトイドラです。今回は日本和声の話をしていこうと思います。日本和声ってそもそもなんだという話なんですけども、これはですね、小山清重という日本の民謡を研究していた作曲家によって提唱されている音楽理論になります。どういう理論なのかというと、日本の民謡は西洋の、僕らが普段聴いている音楽とは全然違ったスケールで書かれていて、西洋的な解釈をすることが不可能なものなんですね。これを日本のその風合いを保ったまま、和声、つまりコード進行を考えてしまおうっていうのが小山清重の研究でした。で、今回はその小山清重の研究成果ですね、日本和声を分かりやすく話していこうかなと思います。まず日本和声を理解するにあたって、今お話ししたその日本の独特のスケールっていうものを話していくことになります。で、日本のスケールって聞いたときに、ちょっと知ってる人だったらね、はいはいはい、ヨナ抜き音階のことですね、というふうに言う人がいるかもしれません。ヨナ抜き音階っていうのは、つまりこういう音階ですね。なんか演歌とかでね、よく使われますよね。こんな感じで弾くともう演歌っぽいじゃないですか。この演歌の音階のことだねというふうに思う人は多いかと思うんですけども、実はね、そこが違うんですね。演歌の音階、ヨナ抜き音階と日本の本来の民謡音階というのは異なるものなんですね。そこに着目しながら、じゃあその日本独自の本当のスケールってのはどういうスケールなのか。そしてそれを使ってコード進行を作っていくと、演歌にはならないんですね。演歌っていうのは日本の音楽を西洋風に誤って解釈した結果生まれた音楽なんですね。で、これが本当はどういうコード進行になるのかっていうことをゴール地点に定めながら今回は話していこうと思います。はい。ではまず日本のね、民謡を実際に聴いてみようという話になるんですけども、ここに4曲集めてみました。実はね、この4曲っていうのは、それぞれが異なったスケールで書かれていて、その4種類のスケールこそが日本の民謡に使われているスケールになるんですね。で、このように音符の上になんかアクセントをこうやってつけたんですけども、アクセントがついてる音は、なんかこの音で曲が終わった感じがする、終止感があるような音。それに対してアクセントをつけてみました。それを気をつけながらちょっと4曲聴いてみようと思います。まず、なべなべ底抜けですね。なんかここの音でね、終わってる感じしませんでしたか？そして次にね、チャチャツを言ってみましょうか。はい。今度は、このね、音、つまり A の音と、この音、D の音、これ両方に終わった感覚を覚えたかなというふうに思います。で、次、通り合わせですね。はい。これもやっぱり A の音と D の音、二つの音に対して終止感を感じたかなというふうに思います。ただ、通り合わせの曲のスケールって、実はここに調合がついてる通り、さっきまでは調合ついてなかったんですけども、ちょっと音が変わってるんですよね。そして最後のうさぎですね。うさぎもここに調合がついてます。はい。このうさぎも A の音と、そして D の音、二つの音になんとなく終わった雰囲気を感じるわけですよね。これ、今この4つの曲のスケールをあえて揃えて書いてあるんですけども、D の音と A の音、その2つに終わった感覚を覚えるよねと。これが小山清重の発見の大きな部分になってるわけです。で、今の結果を元にして、スケールをこのように書き出してみると、日本の民謡に使われている音階というのは主にこの4種類になるということがわかるんですね。まず、陽線法、略して陽線と呼ばれるスケールです。陽線法第1と陽線法第2っていうものがあって、それぞれがこういう音階になってるんですね。まず第1の方。はい。とても日本的な雰囲気がしますよね。で、さっき話した通り、D の音と A の音。この2箇所がなんとなく終わる感じがする音になってるわけです。これを、西洋風に言うんだったらね、主音という風に呼びますよね。例えば、波長長だったら、波長長は、
このハの音、つまり C の音から始まって終わるということだから、主音はこの C の音ですという話になるんですけども、これ面白いんですね。日本の音階には主音がつまり2つあるんですよね。第1角音、第2角音です。これが D と A にそれぞれあるというわけなんですね。この概念は結構衝撃的なんじゃないでしょうか。主音2つあっていいのかよと。日本の民謡的なメロディラインっていうのは、終止していく、つまりそこで終わるっていう音が2つあったんですね。西洋的な音楽では、終止音っていうのは1つしかありません。日本の民謡では2つあったので、それぞれ第1角音、第2角音と名付けたんですね。で、このスケール弾いてみると、このようにね、D の音、つまりレの音から始まってるんですけども、いやいや、これはなんかレから始まるのは変だろうと。ドから始めて、C の音から始めちゃって、こういう風にしたら、こっちの方が聞き慣れてるんだけどって思う人いるかもしれません。で、このスケールが、いわゆるヨナ抜き音階ですね。1、2、3、4、5、6、7という風にある音のうち4と7を抜いてる。だからヨナ抜き音階です。なんですけど、これね、今の説明で日本の音階ではないということが分かったと思います。日本の音階では、これ音は一緒なんですけど、ここじゃなくて、ここから始まるんですね。ここが日本の民謡的なスケールに対する大きな勘違いの一つになります。この部分を勘違いして作られたのが先ほど言ったように演歌ですね。これなんで勘違いされてしまったかというふうに言いますと、こういうふうにね、レを基準にして考えた本当の日本のスケールっていうのは、西洋的なね、三度体積和音が作れません。こういう和音が作れないですよね。だって、F の音含まれてませんからね、このスケールの中には。それができないので、これ和音作れないから困ったなと思って、あ、これならいけると。こういう風にしちゃったと。そういうのが勘違いを生んでる理由になるわけです。はい。で、二つ目の方に行ってみましょうかね。今度は陽線法の第2番ですね。はい。こういうスケールになります。これもやっぱり、この音から始まるんですけど、さっきは、こういう風に言ってたんですけど、今回は、こういう風に行きます。なんかこっちのスケールの方がいわゆるヨナ抜き音階に近いですよね。近いんですけど、実は上のところにこの音が現れてきちゃうんですね、やっぱり。日本の音階といえばペンタトニック、つまり5種類の音でできてるっていう風に思ってる人は多いと思うんですけども、この陽線法第2に関して言えば、音の種類としてはね、6種類ありますよね。だから、ペンタトニックじゃなくてヘクサトニックということになるわけです。はい、今紹介した2種類のスケールが、陽線法というスケールなんですけども、これ陽とついてるわけですけどね、明るい響きがするですね。西洋のスケールでいうところの長調に近いものだと思ってください。で、その次に紹介する陰線法ですね。こちらは暗い調になります。西洋の単調に近いものなんですけども、雰囲気的にはね、もちろん全然違ったものがあります。まずは陰線法第1です。はい、こういうスケールなんですね。このスケール、さっきと何が変わったかというふうに言いますと、実はね、陽線法第1とかなり似ています。ただ、1音だけね、この音だけ違うんですね。陽線1の場合、こうですよね。陰線の場合は、この音が半音だけ下がってるわけです。ここが下がって、ここにすごく色っぽいぶつかりを生んでますよね。これが日本の情緒です。そんな陰線1に対して、今度はね、陰線法第2ですね。陰線2はこういうスケールになっています。陰線1と1個だけ音が変わってますね。ここの音が1個変わってます。この次が、こういう風だったら陰線1ですし、こういう風だったら陰線2ですね。陰線2の場合、ここにも半音のぶつかりが生まれて、すごく色っぽいですね。はい。で、実は小山清重は、陰線3というものもね、考え出してるんですね。陰線法第3。これはどういう概念かというふうに言いますと、音形がね、上に上がっていくときと下がるときで、陰線1と2が混ざるんですね。上に上がっていくときは陰線1。で、ここから下がっていくときは陰線2になると。
こういう風に音が変わるっていう、そういう陰線法として陰線3というのを考えています。で、この現象って、なんか上がるとき下がるとき音が変わるっていうのは、なんか聞き覚えありませんかね？実は、これ西洋音楽における単音階と同じ現象が起きてますよね。音が上に上がるときには、旋律的単音階になって、下がるときには、こういう風に自然単音階になるという、こういう話ってのはありますよね。だから実は日本の民謡的な音階にもそういう概念があると。そういうことをね、小山清が言ってるわけです。ただまあ、陰線3については、結局、陰線1と陰線2の組み合わせってだけの話ですので、この後は話の中から省略をしていこうと思います。はい。というわけでね、日本の民謡のスケールというのがこの4種類、まあ本当は5種類ですかね、あるってことが分かってもらえたと思うんですけども、やはり大事なことはね、第一角音と第二角音、ここに中心となる音が2つあると。この2つの音のいずれでもメロディーがね、集結することができるということですよね。で、これを踏まえて和音を考えていきます。まず、主和音的なものですね。1の和音というものが出てきます。この和音が西洋音楽でいうところの主和音、トニックですね。トニックの和音になるんですけども、ここでは角和音、第一角和音という名前になっています。なんでかっていうと、第一角音をルートに持ってますよね。この根音、和音の根音、つまりルートの音というのが第一角音になってます。で、その上に音がどういう風に積み重なってるかっていうと、こうですね。これサス4の和音なんですね。D サス4の和音ということになっています。このサス4の和音っていうのはね、すごく日本的な響きがしますよね。日本の伝統的な音楽である雅楽とかでもね、伴奏でこの和音っていうのはよく使われてますので、非常に日本的な響きがします。はい。で、日本和声の中ではね、こういう風に3種類の音でできた3和音っていうのが基本的に使われてはいくんですけども、もう一個音を付け足したより分厚い和音っていうのもね、4和音も存在するわけです。で、4和音となると、どういう風に記号で書くかっていうと、1の右下にね、4を書くんですね。4和音だから4だと。わかりやすいですね。で、この4和音になると、スケールごとにちょっと形に変化が現れてきますね。陰線2以外のすべての調。陽線1、2と陰線1では、この1の4和音形態の和音っていうのはこういう響きです。これも日本的ですね。で、陰線の2だけは、こういう響きになります。これもこれですごく日本的ですよね。ここの音がぶつかってるのがね、とてもいい。で、陰線の2だけ特徴的な和音がいっぱい現れてくるので、記号の左上に陰線2だよという記号ですね。丸の記号をつけて表すようです。これが日本和声における一番重要な和音ですね。第一角和音、トニックの和音です。もうこの楽譜を見た段階ですでに、もう全然西洋音楽と違う和音じゃんと思ってくれてれば幸いですね。こんな、これ無理やり記号で書いたんですけどね。よく使うコードネームで頑張って書いたんですけど、こんな風に書く和音なんか見ないでしょ普段。これが日本の音階から生み出される自然な和音なんですね。で、もう一個。次に紹介する和音ですね。ここにちらっと見えてますけど、第二角和音というのがあって、これもトニックなんですね。さっき話しましたよね。日本のスケールには角音が2つあると。で、角音っていうのは、主音と似たようなもんです。そうやって考えれば主音が2個あるんだから、主和音、トニックの和音も2個あっていいだろうと。そうやって紹介するのが、この第二角和音4の和音になります。なんで第二角和音が4の和音になるかっていうと、この第二角音、この音っていうのは、第一角音から数えた時に4番目の音だからですね。4番目です。音程で言うと、第一角音の完全5度上の音になります。この音をルートとして音を積み上げたものが第二角和音ですね。どういう響きになるのか。陽線と陰線で和音の響きが違うんですね。陽線の場合はこういう響きになります。はい。サス4の和音ですね。さっきの第一角和音と一緒の種類の和音です。そして、陰線の場合はどうなるか。こういう響きです。はい。ちょっと怪しい響きですね。ここに半音のぶつかりが生まれてて、とても怪しいと。記号で無理やり書くとね、サス4フラットフィフスかなと。こんな記号見たことないので、ちょっとどうやって表せばいいのかわからないんですけども、こういう和音になるんですね。はい。というわけで、この1の和音と4の和音、この2種類のトニックを駆使していくのが日本和声の特徴になります。で、トニックが出てきたんだったら次はドミナントだよなという話になるわけですよね。ドミナントはどういう和音なのか。こういう和音があります。2の和音です。日本和声は2の和音がドミナントです。で、この和音を同和音という風に呼びます。
でどういう響きになるのかっていうと、陽線符の場合はこういう響きですね。そして陰線符の場合はこういう響きと。はい。この和音については後々、コード進行をさせるときに、確かにドミナントだっていう風に納得してもらおうと思います。で、その他にも和音があるんですね。3の和音。この和音はサブドミナント的な響きを持っている和音です。そして、5の和音っていう和音もあります。これは、2の和音に近い響きの和音なんですね。で、あと6の和音っていう陽線2にしか出てこない特殊な和音っていうのもありますけど、このあたりはちょっとざっと話を飛ばしていきます。これらすべての和音について響きを聞きたい人は、それをまとめた動画を別で上げてますので、じっくりそこで聞いてください。で、ここまで紹介した和音をまとめた表っていうのをね、ちょっと今回作ってみました。こういうことになるんですね。陽線1、2と陰線1、2で、それぞれ共通の和音っていうのもあります。1の和音、第1角和音っていうのは、3和音形態の場合はね、どのスケールでも共通なんですね。そして、第2角和音である4の和音っていうのも、陽線と陰線の間では違うんですけども、陽線1、2、陰線1、2の間では共有されてます。で、同和音も同じく、陽線の中では同じコード、陰線の中では同じコードっていう風になってますね。ちょっとこの3の和音とか5の和音っていうのはちょっと特殊で、陰線の2だけ形が違うんだけど、他の3つのスケールでは同じ音の同じ和音になってるといった具合ですね。というか、陽線の1と2っていうのは、陽線2に含まれてる音っていうのは、陽線1に含まれてる音に1個足したものですので、陽線2っていうのはね、陽線1を丸々含んでるんですよね。だから、陽線2は陽線1の和音と全部同じ和音を持ってますね。で、ここに陽線2専用和音が1個だけあると。そういう作りになっているわけです。はい。で、今のは3和音の話でしたけども、4和音形態にすると、こういう感じになりますね。1の和音っていうのはやっぱり共有してる部分が大きいんですけども、陰線の2だけはちょっと違う、こういう和音になると。その他もざっとこんな感じにまとまっているという風に言えるんですね。さあ、ここまでが小山清重が設定した日本和声における、いわゆるダイアトニックコードですよね。これらのダイアトニックコードを駆使してコード進行を作っていくということになるわけです。はい、というわけで、和音のね、種類ごとに1から6までの種類の和音があるということを紹介したんですけども、それぞれのスケールで和音をざっとね、並べてみるとこういう風になるわけですね。これは音を聞いてみましょうか。陽線1で使えるダイアトニックコードっていうのはこういう感じです。はい。こうやって聞いてみるだけでもね、すでに日本っぽい雰囲気漂ってますよね。で次に陽線2の場合ですね、こういう響きになります。そして陰線ですね。ちょっとガラッと雰囲気が変わって、陰線1はこうなります。陰線2はこの通りです。はい。これでもう豊かな和音っていうのが使えるようになりましたので、こっから先コード進行の話に移っていくわけですね。で、この和音のコーでね、この4和音形態の和音っていうのをいっぱい紹介したわけですけども、実はね、ここに書いた通り、4和音形態の和音っていうのは、和音同士の違いっていうのが曖昧になってしまうデメリットがあります。なんでかっていうと、そもそも日本のスケールっていうのは、音をね、5種類もしくは6種類しか使わないわけですよね。そのうちの4つを使ってしまったら、和音同士の違いっていうのはね、共通音がいっぱい含まれちゃうので曖昧になっていくのは当たり前の話です。なので、基本的に同和音である2の和音っていうもの以外には4和音形態は今後使わないということにします。はい。で、コード進行ですね。ようやくね、日本和声らしくなってきましたよね。こっから先、カデンツの話をしていきます。西洋の和声理論だったらね、例えば1の和音から5の和音に行って1の和音に行くとかね、251とかそういう基本的なカデンツっていうのが存在しますけども、同じものが日本和声でも用意されてます。まず、一番基本的なカデンツです。121ですね。これは、第一角和音、同和音、第一角和音という、言ってみれば、151みたいなね、西洋音楽でいうところのそういうコード進行です。さあ、それでは聞いてみましょう。はい。これが最も基本的な日本和声におけるカデンツです。とてもシンプルですよね。第一角和音に始まり、これですね。これが同和音になるわけです。で、この時注目してほしいのが、真ん中のね、この音っていうのはずっと補足されてるんですね。で、どこの音が変化してるかっていうと、これですね。この両端の音が内側にグッと寄ってきて、で、元に戻る。これが
日本和声におけるコード進行の、重要な部分ということが言えます。これによって解決感が生まれてるわけですね。で、残りの部分っていうのは展開形を含むコード進行になってます。はい。この通りですね。で、この最後の例なんですけども、これ第二角音。ここに第二角音があるんですけども、第二角音に向かって解決するパターンというのがあるわけですね。この時、この和音ってのは、1の第二展開形というふうに言うべき和音になってるわけですけども、これね、日本和声では第二角音もトニックですから、この和音トニックなんですね。西洋音楽の常識で考えたら、第二展開形はドミナントですよね。だけど日本和声ではこれトニックだというふうに考えるわけです。はい。で、今のは陽線における同和音の進行だったんですけども、陰線じゃあどうなるのかと聞いてみましょうかね。はい。より色っぽい感じになりましたね。さっきと同じで、この両端の音が、こういう風に寄ってくるわけですね。この同和音の響きいいですよね。マイナーセブンスフラット5が、オンコードになったような和音になってるわけですね。この怪しい響きがとてもいいと思います。で、残りの和音についてもね、こんな感じになってますね。これが陰線1におけるコード進行なんですけども、じゃあ陰線2ではどうなるのかという風に言うと、また音が微妙に変わるんですね。とても厳しい和音になりましたね、ここね。弾いてみますとね。こうですよね。こういうコード進行です。展開形を含むと、こういう風にもなりますね。で、同じく第二角音に解決するパターンっていうのもあります。はい。こういった形の進行が最も基本的なカデンツですね。1、2、1というこのコード進行になるわけです。で、もちろんここから先、これ以外のコード進行もいっぱい出てきます。はい。1、3、1というコード進行ですね。さっきは説明をね、軽く飛ばしてしまったんですけども、3の和音っていうのは、第一角音から完全4度上の和音になるんですね。で、これはこういう響きになります。で、陰線2の場合だけちょっと和音が変わってこういう響きになります。はい。陰線2における3の和音っていうのはね、実は G マイナー、ただの G マイナーコードになるんですね。はい、この辺のコード進行についても、割愛していくんですけども、全部聞きたいという人がいたらね、別動画で上げてますので、そちらをご覧ください。そして次ですね、1、4、1というコード進行が出てきます。これ、4の和音っていうのは、第2角和音ですから、このコード進行っていうのは、角和音、第1角和音、第2角和音、第1角和音っていうね、角和音同士を行き来するようなコード進行になるわけですね。だから分析すると全部トニックではあるんですけども、一応コード進行してるっていう雰囲気は出ます。こういう響きですね。あんまりね、コードの構成音が変わりませんので、そんなに進んでるっていう感じは薄いんですけど。で、陰線の場合はこういう響きになります。ちょっと刺激的ですね。そして、1、5、1というコード進行もあります。ただ、日本和声におけるこの5の和音っていうのは、構成音がね、2の和音とほぼほぼ一緒ですので、1、2、1っていうコード進行とほとんど意味としては同じものになりますね。一応聞いてみましょう。で、陰線2の場合はこうなります。さあ、で、さっきね、1、2、1ってコード進行がありました。で、この1の和音っていうのは第1角和音、つまりトニックだったわけですね。これを同じトニックの4の和音に置き換えることができます。こういう響きになります。なんか確かに不思議とね、解決感ありますよね。確かに4の和音って、トニックだったんだと、納得感があるかなと思います。陰線1の場合はこうなります。なんか随分奇妙なコード進行になりましたね。これはちょっとね、ロクリア戦法っぽいコード進行になるんですね。陰線2番も同じような響きを持ってます。
はい、このような刺激的な進行っていうのもね、あるんですね。ただそしてさっき131のコード進行があったわけですけども、この1の部分を4の和音に変えたこういうコード進行ですね。434というコード進行もあります。こういう響きです。これはかなりコード進行としての解決感が強いですね。陰線の場合はこうです。で、もちろん454というコード進行もあるわけですね。こういう響きになります。はい。で、ここまでがね、トニックの和音を含むカデンツだったんですけども、トニックを含まないカデンツっていうのもあります。例えば2から3へ行っちゃうコード進行ですね。これは、1、2、1に行くのかと思ったら3に行って解決を遅らせるみたいな。そういう意味合いのコード進行ですね。響きはガッと割愛していくんですけども、こういうコード進行もあります。で、同じようにですね、この6、3っていうコード進行ですね。これも同じく解決を遅らせるカデンツなんですけども、今6の和音っていうのが初めて出てきましたね。6の和音は、両線法第2にだけ発生する特殊なコードです。で、このコードはどうやら3の和音と相性がいいらしくて、63とか36っていった形のコード進行をね、よくするんですね。一応これだけ聞いておきましょう。もしくは、どっちの順番で使ってもいいという、そういうコードです。はい、ここまでがコード進行の話になるわけですね。で、ちょっとざーっと話してきたんですけども、これらのコード進行をね、まとめると、こういう表を作ることができます。ここにまとまっているのが今紹介したカデンツ11種類ですね。で、このカデンツで進んでいる和音の種類をまとめると、こうなります。はい。まず、各和音ですね。1の和音と4の和音があって、これらの間は相互に行き来できます。で、同和音もありますね。2の和音と、それにかなり似た形をしている5の和音というものが、これはどちらも同和音ってしてくくることができます。これらは、各和音との間で自由に行き来することができます。で、それ以外の和音ですね。いわゆるサブドミナント的な和音っていうのも2種類ありまして、で、それらがこういうふうに矢印で結ばれたように進めると。これ正直まとめては見たんですけど、結局正直大体どの和音からどの和音にも進むことができるという結論になります。例えば6の和音から1の和音には行ってなかったりとかするんですけど、ここにカデンツとしてまとまってはいないんですけど、実際小山清重先生の実際の作曲の中では6の和音から1の和音に直接進んでたりもしますので、あんまりね、その辺は、気にせずに臨機応変にやっていけばいいのかなって感じがね、正直しています。響きがいい感じだったら、うまく組み立てていけば良いという感じですね。で、これらのコード進行をですね、うまく使うことによってですね、実は冒頭で紹介したこの日本民謡4つありましたよね。こいつらがですね、なんと編曲できちゃうんですね。アレンジして、ここに伴奏を作ることが可能になりました、今。伴奏つけたらどうなるか。はい、こうなるんですね。一個一個聞いていきましょう。まず、鍋鍋底抜け。これは、分析すると、陽線1でアレンジできるということが分かりました。陽線1でコード進行をつけてみた結果、このようになったんですね。聞いてみましょう。さあどうでしょうね。日本的な風合いを失うことなく、いい感じにアレンジできてる気がしますね。次に、チャチャツオですね。これは、実は、陽線の1として解釈してもいいし、2として解釈してもいい。そういうメロディーラインなんですけれども、ここではあえて陽線2で解釈をしてみます。で、コード進行をつけると、こういう風にアレンジができます。はい、どんどん行きましょうか。次に、トーリャンセですね。トーリャンセは、陰線1でアレンジをすることができることがわかります。こんな感じになるんですね。そして最後にですね、うさぎですね。こちらは、陰線の2で解釈をするんですけど、実は厳密に言うと陰線3で書かれているんですね。この曲っていうのは最後のところにだけ、実は陰線の1が登場しています。これはメロディーの音形に従って、さっき話したように、陰線1と2が切り替わってるせいでこうなってるんですけども、それを考慮しつつ、大雑把には陰線2でアレンジをすると、こういう風にアレンジすることができます。
はい、いかがだったでしょうか？ややこしい話を散々してきましたけども、確かに、これらのね、コード進行に従うことによって、日本の民謡の風合いを崩さないまま、アレンジすることができたかなというふうに思います。これをもし、日本和声の方法を使わずにアレンジをする。つまり、巷に溢れているアレンジですよね。日本民謡の巷に溢れているようなアレンジの仕方をすると、演歌っぽい感じになってしまって、このね、第一角音や第二角音で終止をした時に、終止感が得られないんですよね。さっきも話したようにね、この日本のスケールっていうのは、いわゆるね、レの音から始まってるんですね。レの音から始まってレの音で終わるっていうメロディーラインがあった場合、始まりと終わりの和音を西洋的な意味での1の和音にすることはできませんので、これをね、西洋的に無理やりねじ曲げてアレンジすると、なぜか解決してるはずのメロディーの始めと終わりで5の和音を鳴らさなきゃいけないっていうね、そういう事態が発生するわけです。例えば、わかりやすい例でちょっと言ってみましょうか。桜桜という歌がありますね。それに、こういう風にね、コード進行をつけるってことはよくあります。シンプルにね、G マイナーキーで見て、1515とつけるわけですね。で、こういうコード進行の付け方。これね、日本和声的に見ると間違ってるんですね。なんでかっていうと、桜桜の場合、このね、桜のこのラのこの音がね、まさに文字通りラの音なんだけど、これが第二角音になってるわけです。これ角音ってことは、ここがトニックにならなきゃいけないんですよね。でも、このようにコード進行をつけた場合、トニック、ドミナントになってますから、これ解決してるはずの音がドミナントになってるのは変ですよね。これが、いわゆるね、演歌的なコード進行の付け方。日本の民謡の音階を西洋的に無理やり解釈した形になるわけです。で、これを正しく日本和声的に解釈するとどうなるか。これは G マイナーキーじゃなくて D の陰線2だと。そうするとこのようにコード進行をつけれるんですね。こうすることで、さっきと逆ですよね。トニックドミナントじゃなくて、ドミナントトニックですね。同和音である2から角和音である1へ。ここで解決をしていると。そういう風にコード進行をつけることができるというわけなんですね。日本和声を使うことで、こういう風に、より日本のメロディーに即したコード進行をつけることができるというわけです。で、実は、日本の国歌である君が代。君が代っていうのは日本の民謡的な音階で作られた曲を西洋的に無理やりねじ曲げてしまったっていうね、とてもいい例なんですね。皮肉なことに。そのこともまた別の動画で話しているので、もしよかったら見てみていただきたいと思います。はい、というわけでね、以上で日本和声の紹介が終わりました。結構ダダダッと話してしまった感はあるんですけれども、なかなか刺激的な話じゃないですかね。普通こういうコード進行を作る和音を使うっていう時には、西洋的な和音、ドミソとかね、ソシレとかみたいな、そういう和音が当たり前にあるものだと思い込んでましたけども、こういう風にね、民族的なスケールをベースにしながら考えることによって、思いもよらなかった和音っていうものが生じるんですね。で、これを使って実は曲が作れちゃうと。小山清重の発見の面白い部分ってのはそこかなと思っています。で、その結果ね、トニックのコードがね、2つあるとか、もう見たこともないような和音がね、たくさん出てくるとか、そういった面白いことが起きるわけですね。日本和声に興味を持っていただいた方はですね、ぜひとも作曲の方をね、してみてほしいです。意外と簡単にできると思います。好きな日本の民謡を、ちょっと軽くね、コード進行を考え直してみるとかね。でそういうことをしてみると結構ね、なるほどこういう風に使うんだっていう風に分かってだんだん身についてくると思います。はい。で、最後に一言だけ補足をしておくと、今回はね、小山清重によって研究された日本和声を紹介しましたが、日本の音楽、和声を研究している人っていうのはね、小山清重以外にも実はいるんですね。なので、小山清重の方法が絶対的な正解ではありません。他にもいろんな流派があるということを一応補足しておきます。さあ、というわけで、今回は以上となります。面白いと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。そしてね、日本和声については、コードを音付きでね、一覧でまとめた動画とか別で上げてますので、適宜そちらも参照してください。それではありがとうございました。